おはようございます。画家のギソです。今日はですね、クリスマスローズを描いてみようと思います。今日は超初心者向けに、こんな失敗をしてますよっていうのと比較しながらですね、お見せしようと思います。ちょっと長い動画になると思いますが、ご容赦いただければと思います。それでは早速描いていきましょう。まず、形ですね。形を取るという。これもデッサンなんで、デッサンの動画とかをたくさん参考にしてもらえると助かるんですが、舌詰まり病という、病が結構皆さん出てきますので、ちょっとご注意ください。そして影まで、やっぱりモチーフとして、入れてあげるというイメージで、若干こちらの方を少し例えば広くしてあげるとかですね。で、主役になるものはどれかなとかっていうのを当たりと言って、軽めにですね。B ぐらいでいいかな。ちょっと皆さんにね、ちょっと薄すぎると。実際にモチーフ見ながら描いてますので、画面上に出ている写真とはちょっと違うと思いますけども、ご容赦ください。でも形はね、こうやって当たりと言って点でつけていく。これをぎゅーっと引くということは、最近は少なくなってきましたね。鬼高評価というので皆さんの作品を見させてもらいながら、おじさんは動画を作っております。で、影がこの辺に落ちていると。これは成功例じゃないけども、こういうのちょっと意識されてみてはどうですかということで、お庭に咲いていまして、持ってきたんですけどね、田舎からね。それが見事に。今、動画とかでね、勉強できるから、妻も頑張って、うちのお袋のところの庭から移籍してきたクリスマスローズが。この辺の葉っぱとかね、もうぐしゃぐしゃっとしてるので、非常に大変ですけどね。例えば明るい葉っぱみたいなとか、そういうのはちょっと意識して、ちょっと後ろまでは、少し今回は省略させてもらいますけど、全体でまず捉えるね、全体で。これがある程度形を取るいい例かなというふうに思います。で、ちょっと余分な線とかは練り消しで消します。よいしょ。要は、練り消しで消すとね、ちゃんと消えますもんね。軽くやってもね。要は、鉛筆寝かせて書いてるから、紙の目の中まで入っていっていないので、こういうのはすごく大事ですね。いまいちに書くのって僕あんま自信ないんですけど。いまいちに書くどうしたらいいかな。もう、いまいちな人ね。もう例えば、もうここ書くんやとなって一生懸命ある程度書けてしまうのが僕のあれなんですけど、ちょっと鉛筆を立てて書いて、書いて、ね、書いて、ここかな。ダメや。ダメや。もうちょっと上かな。ここかな。もうちょっと大きいかな。ダメや。ダメや。という感じで、部分から書いてしまうと。で、やっぱりまず大きくこの辺かなというのをある程度バッと捉えてあげるような訓練じゃないけどもしてあげないと、やっぱり最低限の努力は僕は必要やと思いますよ。ね。鉛筆を少し寝かせて、部分からだけじゃなくて書く。で、もう全体が入るかなと。もう一回書いてるからある程度の位置がね、もう自分の中で頭でピッピッとありますけど、こんな感じで書いてあげれたらいいですね。でも、このガラスなんですけど、早速塗っていきますけど、もう局部から見てしまうので、じゃあ例えばここにある黄色い花とか、ね、白い花とか、もうここだけ一生懸命見ちゃうんですよね。何色かな？わからない。で、ベターっと塗って、かけてしまうんですけどね。ベターっと塗って、ね。塗り残す。明るいところは塗り残す。うまくかけてしまうな。どうしたらいいんやろ。ね。ガラスなんかも塗り絵のように塗って、違う。違うってやらないですね。大体ね。もう一色をずーっと使って描いてしまう。次茶色いから。ここ茶色い。なんかちょっと綺麗になってしまいましたね。一手一手にそんなにグラデーションみたいなのがないというか、一手にもう、例えば紫のこのクリスマスローズやったらば、よし、
塗ってやれ、塗ってやれ、塗ってやれ、塗ってやれ。あ、塗った。あ、塗った。あ、塗った。ねえ、ねえ、ここも全部塗った。もっと濃いから。あ、もっと濃いから。こんな感じで描いていると。こんな感じで。あ、緑の葉っぱ。よし。これを、緑やから、緑。あ、緑。相当なベタ塗りですよね。ベタ塗りです、こうね。でもまあ、なんか筆のさばき方とかでかっこよくなってしまうというこのね、辛さ。おじさんの。それでもやっぱこうね、ベターっとこう書いてしまって、抑揚のない感じになってしまうということが起こっています。もう例えばこのガラスなんかも、もう、いや、なんか全部が、もうなんかね、もうちょっと青っぽいから、こんな風に塗っちゃう。で、後で中に見えてる木描けばいいや。こんな風に塗っちゃう。塗り絵みたいな感じ。これがダメな例ですね。じゃあ一方ですね。ある程度描けるという人はですね、じゃあちょっとこの花の中はこんな感じの色で、それが少しもうちょっと黄色いかもな。塗り残して白いところを少しこう見せてあげつつ、もう少しこの中はちょっと青っぽい雰囲気も感じるぜ。そうすると青を入れることによってこう黄色と混ざり合って緑になってとかね。例えばここのところなんかはすごいこう濃い色の緑色になってるわとか、ちょんとこう差し込んであげたりね、こうちょんとこう差し込んであげたり。ラフィーニという筆を使っております。今大人気だそうですね。よかったねって言ってね、とか白いんですけど、ちょっと連動して後ろのこう葉っぱなんかもね、ここまでこう葉っぱあって、ちょっとそこの中にもうちょっと明るい緑あるかもなと思ったら、ちょっと白を入れたったり、少し黄色入れたったりね、こういうの観察しながらね、形しっかりとってあげて、もっとこう深みのある緑色やなと。ね、少し透けて見えるような葉っぱもあるぜと。やっぱ観察ってすっごい大事なんですよ。観察ってね。もっと黄色みがかってるなと思ったら、ここに一本ピューッとあって、でこうね、葉っぱがあるなとかね。もう黄色いってしもたんやったらもう一気に葉っぱ全部いってまおうかなと。明るい葉っぱがこの辺にありますせと。でちょっとこう黄色入れてあげたり、ここにも明るい葉っぱがありますせと。でちょっと濃いめの葉っぱがありますせと。でここなんかをこうクリスマスローズの方に、少しこう入っていってるので、この辺はちょっとこうね、茎がキュッ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 ね。で少し黄色みがかってるなと見えたらね、即座に入れてあげて、この辺なんか見ると少しこうつぼみがあるんですね、ここにね。でそれの色もなんかこう映ってるような感じがあるので、ほんの少しね、こういうところにちょんちょん映ってるような感じがちょっと見えてきたな。それが見えないのよ。はい、皆さんのツッコミがどんどん聞こえてます。この辺なんかね、もう完全に葉っぱの裏側はクリスマスローズカラーになってますわね、とかね。この辺もね。で、ちょっとここのつぼみなんかも明るいところがありつつも、これはもうローズマダーみたいな色だと思うんですけど、ピュ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 、濃厚、マシマシ系。ね。クリムソンレーキをいって、もうちょっと青みがかってるなと。少し紫みたいな色を、ね、ローズですからね。クリスマスローズ。
ね、ローズという外国人がいましたね。野球選手ね。クリスマスローズ。タフィーローズと言いましたけどね。近鉄とジャイアンツで活躍しましたけどね。ちょっとこれの塗り残しつつ。もうちょっと乾いてからもちろん進めてもええかなとは思うんですけど、明るいところっていうのはもう何もまずしない。ベタっと一つ塗ってしまうんじゃなくてですね。で、こっちが攻め入ってきたらもうちょっとこっち。紫とかクリムソンレーキとかをうまく使いながら、ちょん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 。この子主役やな思ったらね、頑張れって言って。よいしょ。どうですか。そしてここも全部塗らない。ね。暗なってるとこ、明るなってるとこ、若干暗なってるとこ、赤っぽい色を感じるな思ったら赤っぽい。それをこうやってね、この一瞬の判断でやっていく。特にライブ配信なんかね、僕なんかはいろんなとこでやってますけど、ほんと一瞬の判断でやってるんですよね。ね。で、例えばガラスなんかも、これ全部輪郭をくくらんでいいんです。こんなもんくくらんでいい。とりあえず、なんか暗い色とかがあったら、少しね、こちら側からあれが茎があって、ここのところとここのところとこうして、なんかここに茎がヒューッとあって、ギューッと見えていて、ね、ここまで、一番下まで行っている。で、その色がちょっと緑を感じるなと思ったら、感じますよ。ちょっと入れたったり、この辺なんか緑ちょんと感じるなとか、少し下の方に行くと茶色に感じるなと思ったら、ちょっとね、茶色、それができないのよね。はい、皆さんからの。こういうとこね、ギュッギュッと入っていく。で、輪郭なんかくくらずに、でもここら辺になんかちょっと見えんなと思ったらちょっと入れたったり、ほんの少しだけこっちがちょっと見えんなと思ったらちょっと入れたったりですね。そこのところがですね、よいしょ。こういうのはちゃんとデッサンを取っといてもいいんですよ。しっかりね、もちろんね。で、濃いところとかもありますよ。ぐーっと濃くなって、それによって光が強く見えるところだってあります。これでも十分見えると思いませんか？どうですか？もうなんとなく、ガラスやなと。ベタっと塗ってしまったね、先ほどの。どうですか？ね。もうちょっと薄いところも少し塗っておきましょうね。薄い、例えば、じゃあ今度は外側から影があって、ピュッとここが光っとるんですよ。ね。ピュッピュッと光っとる。で、水でシャー。薄く見えるような色やったら薄く描いといたって。薄く。逆に外側の方が暗くなってるとこがあったら、なくてもちょっと意図的に作るぐらいでもいいんですよ、こんなもんね。例えばクリスマスローズの外側なんてね。少し外側から形がぐっと決まってくるような仕事。塗り残して、ライトが当たって光っているようなところというのは少し塗り残しつつ、ね、こんな感じでどないでっか。ちょっとこれまた、じゃあダメなパターン背景とかね。で、ダメなパターンと言いましょうか。ね、次影描かないと。影。もうある程度描けてしまうと思うんですけど、僕の場合ね。影。なんか紫使えとか言ってたな。あのおっさんなんか言ってたな。もうこれ全部やな。もう全部何色かわからんけど、なんか塗っとけ。後ろやから塗っとけ。もうこんな感じなんですよ。塗っとけみたいな感じ。
塗っとけじゃダメなんですよ。描かないと。ね、塗っとけ。後ろ、背景、もう、後ろバックやから。こんな感じ。塗っとけ。後でなんかしよう。なんとかならないんですよ。あ、でもちょっと薄く見えるから塗っとけ。どう？悪くないんじゃないの？とか言うてるんですか？よし、これでファーストウォッシュは完成よとか言うてますか？知りませんが。もう、この辺にこうちょっとベタッ、なんか、あれがあるわ、ベタ。ベタ。茶色。そこになってしまうから僕はね、怖いところがありますよね。もう緑とか葉っぱとかね、ベタ、塗り絵。どう？いいんじゃないの？何々ちゃん。いや、いいわね、何々ちゃんとか言ってるんでしょ、どうせね。そういうのを一刀両断する企画が、鬼高評価です。ね。こんな感じで。ガラスの質感も見えへんわとかね、もうベターっと塗ってしもたわとかね。いや、もっとクリスマスローズはもっと赤いわ、もっと濃いわよ。あなた、何言ってんの？そう？じゃあまたベターっと塗っちゃうわね。真ん中の、あれんとこだけ塗り残しておこうかしら。ベタ。ここもなんかもっと赤いわよ。ベタ。もう塗り絵なんですよ。塗り絵、ベタ。つぼみちゃんも書いといて、ベタ。まあまあになってしまうな。ねえ、困ったな。どうやったら下手に書けるのかな。ここに見えたわ、ベタ。雑なんですよね、とりあえずね。そこにかけてしまうから怖いね。色をこうっていう感じに見えてしまう。で、その辺で、ちょっとですね、2層目これぐらい、悪くないわね、とか言うてますか？なんかここの色とかもっと黄色っぽい感じですよね。よね。とか言いながらね、ベターとか塗ってるんじゃないですか？結構滲んで綺麗になったりするんですけどね。これちょっと、こんな感じで描いて貼る人結構いるなと。で、ここで、一回完全に乾かしました。これがファーストウォッシュと呼ばれる。もうちょっと仕事してもよかったかもしれないですけど、とりあえずこれね、ファーストウォッシュ。で、ここでもう完全に乾かすと。ね、やっぱどうしても汚くなっていってしまうのでね。で、パレットなんかもやっぱ掃除ができるかどうか。ちょっとまた綺麗にしましょうと。で、この例えば、状況みたいなのを書いてあげるというのも、先ほどは背景で失敗してましたよね。何さんかわかりませんが、でちょっとですね、じゃあちょっとこの白い背景やし、でも全部書くの大変やから、ちょっとね、この辺やなぁ、クリスマスローズのこの辺こうなって、この辺かなと、斜めの線がね、こうなってるな。ちょっとピューッとこちら、例えば水かなんかでグーッとやって、輪郭を外側からグッと決めてあげて。で、大きくヒューッと。で、もっと、もうほぼ水みたいな仕事で。で、影が少し落ちているなとかですね。こちらもね、ビューッとで、外側から形がグッと暗くなっているようなところがあるなとかですね。ちょっと中の方まで入ってきとるなとかね。でもこの輪郭線ちょっと強すぎるな思ったら少し例えばね、貸してあげたりとか、そういうことしたりとかね、してあげたりとか、薄く見えるような色があって、でもそんなにぐちゃぐちゃやな。もう、それはもうまずね、でもちょっと薄くガラスの色ついてんやったら、もうデリケートにね、慎重に、ここですよ。もうこのくらいでも十分かなと。確かに全部色がついとるけど、脇役やからなと考えてあげてほしいんですね。脇役ですからね。脇役ちゃんにそんなに主張されても困ると。輪郭線ももうこれぐらいで十分ちゃうかなとか。少し接地面だけもうちょっと濃くしてみようかなとかですね。で、少し葉っぱが重なってるとかっていうとことか、少し濃いところとか、ベターっと一つに塗るんじゃなくて、こっちよりもここのがちょっと暗いわね。誰なんですか、私は。こっちのが、ちょっとまだ後ろ書いてないうちにやっちゃいましたけどね。
こっちのが外のがこっちが暗くなってるからこの葉っぱは濃く見えるのよねって。誰なんですか私は。こっち側にちょっとこう見えてるわねとかですね。なんかもう外側が暗いからちょっとこう浮き上がって、前の葉っぱがこう見えてきますわねとかね。でちょっとこうなんかローズさんなんかも少しですね、より濃いく見えるところもあれば少し薄く見えるところも、薄く明るく光が当たってるようなところとかね。単に紫だけじゃなくて少しこうなんかね、クリムソンレーキみたいな色をグッと入れてこうね。ここなんかこう後ろの葉っぱが重なって、暗く見えてるなとか、ここ2枚になってここ見えてるな、ここもなんかよいしょね、この辺になんかちょん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 となんかね紫のがあってピン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 、まあデリケートで細かくてね、本当に気持ち悪いわよねって言ってますか。まあ、これぐらいが、だいたい2層目、ぐらいかなっていう感じです。まあ、あとは、最後書き込みをしていくというような感じで、だいたい3層ぐらいで、仕留めてあげるぐらいがいいかなというふうに思います。ちょっとじゃあダメな人の例をもうちょっと続きやりましょう。まあ、正直なところ、偶然とかが生きて結構綺麗やったりするので、これはこれでありなんかなと思ってしまうんですけどね。少しこう、やっていきますね。やっていきますねでどうやればいいのか僕もよくわからないですが、またここから何ですか、ちょっと明るい葉っぱあるから、よしここにここかもしれないわ、ここかもしれないわ、形が全然違ったわ、もうちょっとこっちだわ、こっちだわ、違うわ、こっちだわ。なんかそこそこいい絵になってきてしまったなね。で、遠近感がないんですね。よくありがちなのは、本当にこう、例えば後ろの方にぐーっとこう、一番奥の葉っぱやったりするんですけど、もうここだけ見てるから必死になって、ここにもあるわ、こうぐーっと。そして仕事が雑。まあ僕、上手やからね、雑にならないんですけど、動画描いてもね。ね、もう後ろの方、もう主役やないとこがガンガン目立ってきてるじゃないですか。このコントラストがこう強すぎるとかね。あってね。ここも、こうですよね。どうですか先生、どうですか知らんって言うんですけどね、大体ね、僕はね。こよ。もうちょっと雑なんですね。ピッピッ。かけちゃう。かけてしまう。そこになる。いや、むず。こんなに。緑や。やっぱね。形の出し方を知ってるからなんですよ、これね。いやー、ほんと。形の出し方をこう、輪郭をこれでもやっぱ複雑にしてるからなんです。そこに見えてしまうんですね。ここに毛があるわ、とか。筆さばきも豊かなんですよ。難しいね。こうよ。葉っぱよ。もう、こう、紙がもう傷んできましたね。それでもそこにかけてしまうというところがおじさんのややこしいところです。自分でもこんなそれっぽくなってきたなと思いませんでした。これ多分こう復活できると思いますよ。ということでちょっと動画の方向転換をしたいと思います。この絵をさあどこまでおじさんは復活できるのか。ということで、まあなんかこう平面的な感じになってしまって少し雑な感じになってしまいました。でもそこに見えてしまうのは形の出し方をやっぱりどうしても僕はもう体に染みついてるからできてしまうんですね。でちょっとじゃあこの絵にもう少しじゃあ戻せないかということでちょっと動画の方向転換をしたいと思います。どういうことかっていうと、もう多少見せれる絵にまで持っていけるかどうかですね。おじさんならいけるんちゃうかなと。で、逆のことですね。で、髪がどうしても傷みますよね。で、逆のことをしていくと。要は、輪郭が今強くなっているところを少しこう輪郭をね、弱めてあげたり、よいしょ。こういうところもね、こう、少し明るくこう、ベターっと塗ってしまったところを少しこう、拭き取ってあげて、ティッシュのパン。ね、クリスマスローズさんもね、
多少は復帰できるんじゃないかという。この一つの面の中にちょっとこう明るいところがあったり、あれしたりとかですね。先ほどね、言うてましたけど、こういう奥行きがついてしまったようなところとか、少しこう明るくして、コントラストを弱くしてあげたり、この中にちょっと明るいのがピューッとあったり、こういうところなんかもね、明るいのを復活。ここにも光がドンと当たってるんで、こういうところもね、少し。で、やりすぎると今度は髪の目が痛みで、もうボロボロになりますので、やっぱある程度、その辺というのはこう、わきまえながらやらないと難しいかなと思います。よいしょ。綺麗な水をつけて、このシルエットもまだちょっと強いと。もう背景とこう溶け合うようなところがあったりとか、ねえ、そこそこなってきたでしょ。ね、自分でもこうね。もう激打ちくんは一回やったらもうそれで無理やぐらいの気持ちでね。少しこう輪郭が、ね、弱くなるところが出てきたりとか強くなるとそこそこになってきてると思いませんか？こういったことを実際にやるのが鬼高評価iPad でですけどね、入っていくと。で少しこう輪郭線であるとか中の方が形がこう立って見えてくるようになってきた。わかりますよね。もちろんこうね、こんなことしないでできるのが本当は理想的なんですよ。例えばこういうところのガサガサとしてるのもね、少しこうグラデーションっていうかね、周りにこう溶け合うようなグラデーションみたいな感じにしてあげたりとか。するとそこそこになってきた。驚きましたね。じゃあここからもうね、もうダメだ。もう雑だった。でもちょっとリバイバルできたとなったら、ちょっとね、細い筆とか使って、ほんの少しずつだけでも、引き締めてあげるような仕事を、ちょんとかね、外側からちょんとか、ちょんとかね。少しですね、輪郭とか、含め少しこう、丁寧な仕事がほんの少し入ってくるだけで、それっぽくなりましたね。はい。悪いところと、そこからのリカバリーをこちらお伝えしました。じゃあ、大事に描いていった方。大事に描いていった方ですね。少し。同じように、激落ちくんとかで、少しこう輪郭が強いところとか、例えばこういうとことかね、こういうとことか、こういうとことか、こういうとことか。そういうところを少しこう、軽くですね、リカバリーしてあげたり、なるべくこう、綺麗にね、水でね。そうすると、ここのところのエッジみたいなのがちょっとなくなりますよね。こういうところもね、キラッと光ってる。あとは消しゴムの跡とかももちろんね、消していいですよ。で、ちょっと最後、ちょっとこう描いてね。ガラスのこういうところとかね、ぐーっとこうね、見えるところとかしっかり描いてあげたり、中に重なって見えてるなとかね。
で、奥行きみたいなのもちゃんとこう考えながら、ちょっと出過ぎてるかなと思ったら、少し例えばね、これだったら少しだけでもいいと思いますのでね、ちょっとこう明るくしてあげたら、周りとのぶつかりも少し弱くなってくるなとか、でもっとこいつをグッとこう出したいなと思ったら、そこの周りのところみたいなのをぐーっとこう、コントラストを強めてあげたりとかすると少しこう前に出てきますよね。という感じで、ある程度プロセスをしっかりと踏んで描いていったという作品と、もうね、塗り絵のように描いていったけど、リカバリーをなんとかした。そんな作品もあってもいいかなと思いますけど、ということでございました。わかりました。皆さんどうですか？最後にちょっと比較してお見せしましょうね。ということで、どうですか？まあ、なんとかリカバリーすれば、なんとかなると言えば、なんとかなるところあると思います。ただやっぱりある程度プロセスを初心者の人は踏んでいきながら、やられた方がいいかなと。一つ一つの一手一手にやっぱりこう大事にですね、色を、そのいろんな色を感じながら置いていきながら、そして形というのを別に全部くくらなくても、ね、こっちだとなんか茶色い壺みたいに見えるでしょ？で、なんかね、もうこれなんとかリカバリーしましたけど、奥行きとかがなかったのとかが、少しこう空間みたいな、周りの空間みたいなペタッとしたものからなってきたんじゃないかなというふうに思います。この動画良かったという方、よかったらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でまた。